こんにちは、シャチパンです。今回は大手5社の最新有機 EL テレビの特徴や評判を解説していきます。ご自身に合った有機 EL テレビは何なのか見つけていってくれたら嬉しいです。それではやっていきましょう。それでは早速大手4社、ソニー、パナソニック、TVS レグザ、シャープ、LG の比較をしていきましょう。なお、事前に現時点で有機 EL テレビを買い替えるとしたらどのメーカーにしますかという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、ソニーが頭一つ抜き出て高く圧倒的な人気を誇り、次いでパナソニック、TVS レグザがほぼ同順でした。もう少し割れるかと思いましたが、ソニーの映像には定評があり、人気の高さが伺えます。一方 LG がシャープより高いのも驚きました。お店によっては置いていないところもある LG ですが、日本での認知度も高くなってきているのかもしれませんね。また、今買うとしたら有機 EL テレビ、液晶テレビどちらを買いますかというアンケートでは、液晶テレビの方が比率は高いものの、昨年の集計結果より有機 EL を買うと答えた人が増えた結果となりました。徐々に有機 EL テレビも市場に受け入れられていってると感じます。さて、話は戻して、今回の比較項目は、サイズ展開、パネル、高画質機能、サウンド、価格、口コミ、レビューサイトの満足度の7項目に絞り、上位機種を基準に各メーカーの強み、弱みを解説していきます。まずはサイズ展開です。売れ筋の55型、65型は各社取り揃えており、昨年は48型が、今年は42型の小型サイズが多くのメーカーで登場しました。徐々に小型化が進んできており、サイズがネックで置けなかった方も選択肢に入るかもしれません。ただし、48型以下のサイズのパネルは画素の間隔が取れず、構造を変えており、明るさが55型以上のものよりも暗くなることには注意が必要です。体感1割程度は暗くなっているでしょうか。現状明るさを求めるのであれば55型以上を選択するのが良いでしょう。続いてパネルです。見慣れない単語が並んでいますが、今年はここに大きな動きがありました。昨年までのテレビの有機 EL パネルは今回も取り上げているLG という韓国メーカーが供給しており、テレビ市場はほぼ独占していました。ところが今回、ソニーが上位モデルに採用したパネルは QD-OLED といい、開発元のサムスン自体も今年からテレビに採用したパネルです。従来の LG パネルでは有機層で作った白色光が赤、緑、青のカラーフィルターを通り色を作っています。ただ、すぐ上に駆動回路があり、これが光を遮ってしまう関係上、暗くなってしまうという弱点がありました。この構成をボトムエミッションといい、暗さを補うために白色光をそのままで補うという大胆な発想をしたのが LG です。そんなことすると色が薄くなってしまうのではとお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、実際にはほとんどの色が白色とそれ以外の色を混ぜることで再現が可能です。とはいえ、信号機の赤の色や原色系のネオンの光などは明るいとさすがに再現できず、色が抜けて白っぽくなります。この構成は頭文字を取り WRGB とも呼ばれます。特徴は作りやすく大型化しやすいことです。そのためスマホなどの小型市場と違い、テレビ市場ではこの方式が長らく取られてきました。一方、今回の QD-OLED の構成はトップエミッションといい、まず駆動回路が有機層の下に移動しており、明るさに期待できます。それからカラーフィルターの代わりに量子ドットを用いています。液晶テレビの方でも今年大注目の量子ドットですが、これは人工的にサイズを調整することで狙った光の色を効果的に取得できるという優れものです。テレビではこの図のように青色の光を当て、赤、緑の光を取得しています。
カラーフィルター方式よりも色の純度の高さには定評があります。QD-OLED の特徴は従来よりも色再現、明るさ、視野角が優れることで、懸念点は長期使用に対しての耐久性が未知数なところです。なお、この表ではピーク輝度1500ニトというスペックとなっていますが、海外の測定データによると、ソニーのテレビはここまでの輝度は出ません。明るさに定評のあるパナソニックと同じか、わずかに下回るでしょう。画素の開光率も電子顕微鏡上でも思っていたより大きくはなく、黒い部分が多く見え、まだ伸びしろがありそうでしょうか。一方、色表現に関しては他社では出ない色もしっかり色抜けせず出ています。実物をご覧になられる際はそのあたりも見てみると良いでしょう。ちなみにサムスンは自分が有機 EL テレビを出すまでは液晶テレビの方が優れていると有機 EL テレビをネガキャンしていました。それがここに来て QD-OLED を全面に押し出しています。LG とのパネル争いに敗れたことがよほどあれだったのはわかりますが、このコロッと手のひら返しは、まあさすがというか、ドラマに出てくる悪女かなんかかよって思いますよね。ともあれ我々ユーザーはいいものさえ手に入ればよいので、気にしたら負けかなと思っています。次に高画質機能です。パネルが同じなら各社の画質に差が出るのはこの高画質機能となります。ソニーの高画質機能は XR-OLED コントラスプロと XR ピクチャーです。XR-OLED コントラストプロはパネル表面の温度分布を検知する温度センサーと放熱用インナーシートを組み合わせることで発光性能を高めています。昨年モデルではこの機能が上位モデルだけの搭載でしたが、今年から下位モデルにも搭載されるようになり嬉しい変更です。有機 EL の弱点である明るさは焼き付き防止の観点からあまり高温にすることができないため、この放熱性能が大きく明るさに影響します。そのため最近各社放熱を重視しています。XR ピクチャーは画像エンジンである認知特性プロセッサー XR を用いた映像処理の総称です。人は物事を認識する際、無意識に注目するポイントである中視点を中心に分析し処理を行います。従来の AI 技術では映像を個別に処理しますが、本機では中視点を中心に色、コントラスト、精細感などの各要素を個別ではなく横断的に処理を行います。これにより人が目で見たような自然な美しさで映像を描写するとしています。他社よりも色鮮やかな絵作りです。次にパナソニックです。パナソニックの高画質機能はダイナミックハイコントラストとヘキサクロマドライブです。ダイナミックハイコントラストはパネルに放熱プレートと温度センサーを搭載し、有機 EL の弱点である明るさを改善します。今年は温度センサーが搭載され、画素ごとに発光状態と履歴がわかるようになり、時間軸方向にも管理できるようになりました。また、放熱プレートもバックカバーと一体型構造で放熱効率が高いでしょう。パナソニックは早い段階で有機 EL の放熱構造に目をつけ、自社工場で組み立てを行うなど対策をしてきました。そのため、有機 EL の弱点である明るさに定評があります。ヘキサクロマドライブは暗部から明部までの微妙な色合いを高精度に補正する機能です。この三角の図はテレビの表示できる色の範囲で明るさに応じて色表現が狭くなったりねじれてきます。これを本来の色にマッピングする技術です。これにより明るい部分の階調が潰れてディティールが失われた部分を再現したり、輪郭が黒つぶれしてしまった階調と忠実な色を再現します。暗部の表現を再現すべく、粘るところは黒の表現に優れている有機 EL テレビの特性と相性が良いでしょう。次にレグザです。
レグザの高画質機能は、放熱プレートと画像処理エンジン ZRα です。放熱プレートは他社と同じく有機 EL パネルの明るさを向上させるために独自搭載しています。温度センサーは搭載されていませんが、一定の効果は得られるでしょう。画像処理エンジン ZRα は従来4個だった CPU が5個となり、処理能力が大幅に向上した今年の画像処理エンジンです。もともと画像処理には定評のあるレグザですが、よりパワーアップしました。地デジの超解像処理では処理回数を増やすだけではなく、奥行きの概念が追加され、背景と被写体を識別し、すべてにピントがあったかのような映像だったのが、被写体はくっきり、奥の背景はボケるといった、より肉眼に近いリアルな映像になりました。それから従来から力を入れている肌色の表現も AI による顔認識が追加。ネット動画も通信環境状況によって階調が失われて発生するバンディングノイズを除去し、階調を復元、滑らかに表現します。これらの機能はメニューからオンオフして効果が確認できますので、気になる方は量販店などで確認されると良いでしょう。地デジや BS 放送など 4K に満たない映像の画質改善は他社より強みを持ちます。続いてシャープです。堅くなに液晶一本でやってきた同社ですが、2020年から他社より遅れた形で参入しました。高画質機能は放熱プレートと AI 高画質です。シャープも他社と同じく独自の放熱プレートを備えます。温度センサーはありませんが、熱上昇を抑え、明るさ向上が期待できます。AI 高画質処理は他社も備えますが、100万以上の映像を学習した AI が人の顔や空などの情報を検出し、映画やドラマなどの放送ジャンルに合わせて映像を自動調整する機能です。これにより、色彩や明暗、精細感のある映像を楽しめるとしています。画像処理の説明はホームページなどでも割と少なめであっさりしている印象です。シャープの絵作りは液晶テレビの場合、カタログにはない独特な味付けがあるように感じますが、有機 EL はどちらかというと他社の絵作りに寄せているように見えます。そのため、いい意味でも悪い意味でも、シャープらしさは薄いかなと思います。次に LG です。テレビ用の大型有機 EL パネルを供給していることもあり、有機 EL テレビの世界シェアはナンバーワンのメーカーです。LG の高画質機能は新パネル AI 映像プロです。LG はパネル供給メーカーですので、最上位モデルにはその年の新パネルが搭載されます。他社のパネルは LG の1年前のパネルが使われることが多いので、これはパネル供給メーカーならではの強みと言えます。さて、LG でいう昨年のパネルは進化、エボリューションの頭文字を取ったエボパネルと呼ばれるもので、色表現や輝度が改善したとのことでしたが、海外の測定データを見ると、そこまで大きな改善が見られませんでした。しかし、今年の新パネルであるエボギャラリーエディションは輝度が大幅改善され、海外の測定データでもピーク輝度が1000ニット近く出ています。これは他社でも来年この LG パネルが採用されれば大幅な輝度向上が見込めるのではと思ってしまいますが、そうなるかは実はわかりません。LG は今までパネルの放熱に力を入れてきておらず、これが他社の付け入る隙となっていました。今回の新パネルは LG も放熱板を採用してきているので、それの恩恵で輝度が上がっているのであれば、他社はすでに実施済みであり、その恩恵は小さいと考えられるからです。AI 映像プロは何百万もの映像ソースを学習した AI が自動で映像のジャンルや人物を認識し、最適処理します。今年からオブジェクトを検出して前景と背景を識別し、より自然に背景の奥行きを表現できるようになりました。
続いてサウンドです。上位機種のテレビに搭載されたサウンドシステムは、メーカー努力により品質が向上しつつありますが、よりクリアな音や重低音を求めるのであれば、サウンドバーや本格的なホームシアターの導入をお勧めします。なお、サウンドバーをお探しの方は、こちらの動画でメーカー比較や接続などを詳しく解説していますので、もしご興味があれば概要欄から参考にしてみてください。ソニーのサウンドはアコースティックサーフィスオーディオです。画面そのものを振動させて高音質を創出するアクチュエーターと低音を担うサブウーファーをテレビの背面に搭載したサウンド構成です。被写体の位置に合わせて振動させることで音を生み出し、画面そのものから音が出るということで、現実に近い映像体験を生み出します。映画館でもスクリーンの後ろにスピーカーがありますので、それと同じく映像と音の一体感は高いでしょう。他社とは一風異なるサウンド構成で非常にユニークです。上方向のイネーブルドスピーカーはないので、3次元立体音響であるドルビーアトモスは疑似立体音響とはなりますが、バーチャル立体音響技術は同社のサウンドバーなどでも定評がありますので、立体感を感じることはできるでしょう。続いてパナソニックです。パナソニックのサウンドは360立体音響です。最大の特徴は今年から追加となった下部に一列に並んだ16個のラインアレイスピーカーです。従来のスピーカーは点音源で音が球面上に広がりますが、ラインアレイスピーカーは線音源なので一方向へ音が進みます。これにより余計な音の干渉や反射が起きづらく、クリアな音となります。距離による音の減衰が少なく干渉しづらいため、広いライブ会場などで使われます。スピーカーも前向きについているため、セリフなども聞き取りやすいでしょう。それから高さ方向の音表現を担う上方向のイネーブルドスピーカー2個、横方向の音の広がりを表現するワイドスピーカー2個、画面中央に低音を担うウーファーを搭載し、上下左右からの音表現にも優れます。消費電力だけで音圧は決まりませんが、テレビのサウンドとして 170W はかなりパワフルと言えるでしょう。次にレグザです。レグザのサウンドは重低音立体音響バズーカです。底面に 2way のバスレフ型フルレンジスピーカー、中音に低音を担うウーファー、上面に高音を担うツイーターに加え、左右にサイドツイーター、そして中央に画面全体を振動させるスクリーンスピーカーの構成です。パナソニックと同じく横方向、上方向のスピーカーを備えており、こちらも上下左右の音表現を楽しめるでしょう。スクリーンスピーカーはセリフの聞き取りやすさの強化と映像から音が出る効果をより持たせるもので、ソニーの音表現と狙いは同じです。豪華な構成と言えるでしょう。続いてシャープです。シャープのサウンドはアラウンドスピーカーシステムです。アラウンドスピーカーシステムは画面下部にミッドレンジ、ツイーターの 2way 型スピーカーを一組ずつ、中央に低音を担うウーファー、上面にハイトスピーカーという構成です。上方向のスピーカーを備えるため、立体音響であるドルビーアトモスにも期待できます。決して悪くない構成ですが、他社の凝ったサウンド構成と比較すると少し見劣りするでしょうか。次に LG です。LG のサウンドは AI サウンドプロです。AI 映像プロと同じく、見ている映像のジャンルを分析、ジャンルに合わせたサウンドへ調整し、臨場感あふれるサウンドに変換します。また、バーチャルサラウンドにも対応しますが、他社のように上方向のスピーカーはないので、効果は限定的でしょう。サウンドに関しては、LG は他社ほど力を入れていないので、
必要があればサウンドバーなどの導入をというスタイルです。続いて価格です。各社の上位モデル65型と55型の現価格を記しています。お店や販売時期、モデルによっても変わりますが、ソニーとパナソニックは同価格帯で高く、TBS レグザ、シャープ、LG は安い傾向です。ただし、LG は磁気パネルを搭載してこの値段であり、他社と同じパネルのモデルであれば、ここから10万近く安く、最もコスパは高く感じられるかもしれません。各モデルの価格詳細については概要欄にも記載してありますので、後で参考にしてみてください。続いて口コミです。ソニーは画質を褒める声が多かったです。色鮮やかで高コントラストな絵作りは万人に受け入れやすい画質でファンも多いようです。それから今回登場した QD-OLED の発色が好評でした。画質にこだわりのない方でも違いはわかるかと思います。しかし全体的に色味をアピールする絵作りとなっているので、映像によっては不自然に感じるという声も少なからずありました。ここらは好みによる部分もありそうです。また QD-OLED の反射の特性が残念という厳しい意見もありました。直接の映り込みレベルは抑えられているものの、部屋の明かりなどの間接光による反射が従来より大きく、黒がやや紫がかり、黒の表現がわずかに損なわれています。サウンドも画面振動ということで、画面から音が聞こえる作りが非常に好評な一方、音質に関しては、例えば同社の液晶最上位モデルのサウンド構成の方が好みと感じる方もいらっしゃるようです。他に悪かった意見としては、録画機能が弱いことです。昨年から他社同様、同時録画番組数を2に増やしましたが、オートチャプターがつかず、録画番組をたくさん見られる方にとって少し手を出しづらくなっています。必要であればレコーダーの導入をというのがソニーの考えなのかと思います。また、価格も他社より高めなのが残念という声がありました。ソニーはグローバルに展開しているだけあって、他社より手厳しい意見にさらされることが多いです。これは残念ながら日本よりも海外の方が厳しい目を持っているからです。YouTube のチャンネル一つ比較しても、あちらの方が映像の基礎知識を持った人が多く、レベルが高いのは明白です。シャチパンは実はこれでも映像系のエンジニアでもあるのですが、その目から見ても、お前企業かよ、と感じることさえあります。続いてパナソニックです。明るさ表現に好意的な意見が多かったです。明るさは画質を構成する重要な要素の一つですが、有機 EL は明るさがネックと挙げられることが多いです。それからスタンドに好意的な声がありました。首振り機能は他社にもありますが、吸盤を用いたスタンドは地震による転倒にも強そうです。悪かった意見としては、番組表の見やすさが賛否両論でした。それから価格がソニーと同じく高いという声がありました。続いて TVS レグザです。コスパを褒める声がありました。価格は先ほどの2社と比較すると少し安めに設定されていることが多いです。それから地デジ6番組を数日分録画し続けるタイムシフトマシンが好評で、地デジをメインにご覧になられている方から多くの支持を得ているようでした。それから番組表の文字の大きさと情報量のバランスが良いと好評でした。悪かった意見としては、昨年のモデルですが、Android OS のモデルがやや不評でした。これは現在も採用しているソニーやシャープにも言えることですが、動画配信サービスやアプリが他社の独自 OS よりも充実している一方、動作がやや不安定になりやすいというデメリットを持っています。それだけならば良かったのですが、レグザの場合、録画機能が一つの売りなのに対し、ランダビングやリンク機能、そしてネットフリックスが未対応となってしまい、
レグザらしさがなくなって残念という声がありました。次にシャープです。レグザと同じくコスパが好評でした。最も遅い有機 EL テレビの参入でしたが、Android OS 搭載の安価な有機 EL テレビとしてうまく市場に入り込んできたイメージです。それから番組表が 4K で作られていて良いという声がありました。表示情報量も多いです。一方、悪かった意見としては、下位モデルのサウンドが他社と比較すると見劣りするという意見がありました。それからゲーム機能が貧弱なのが残念という声がありました。表示遅延スペックも他社と比べても伝統的に遅く、また 4K120p 入力で解像度は落ちなくなりましたが、代わりに映像の明暗表現が落ちます。ゲームをよくやられる方で、ここらのスペックを気にされる方は注意が必要です。続いて LG です。レグザ、シャープをしのぐコスパが好評でした。パネル供給メーカーでもあるので、ラインナップも豊富で、価格に合わせて選びやすいのも嬉しいポイントです。また、ゲーム機能も優秀です。表示遅延も海外の測定データではかなり速く、さらに HDMI2.1 端子も他社は2つまでですが、4つ備えるモデルもあり、充実しています。また、Wii リモコンのように扱えるマジックリモコンも好評でした。傾けて操作するもので、慣れると使いやすいようですが、人によっては普通のリモコンが良いという声もありました。悪かった意見としては、録画機能が弱いという意見が見られました。オートチャプターがつかず、番組表の表示動作ももっさりしているようです。それからサウンドが他社と比較すると貧弱という意見がありました。他社と比べてそこまで力が入っていない構成ですが、必要があればサウンドバーなどで後から改善できるので、そこまで重要視しない方もいます。また、地デジの画質が他社と比較すると見劣りするという意見がありました。グローバルに展開する LG にとってガラパゴス化している日本の地デジ画質に特化することは難しく、ここは国内メーカーに一律の長があるでしょう。最後に満足度です。これは現モデルから1個前のモデルまでを対象とした5点満点の満足度平均点数です。過去集計した結果からもどう推移したか見てみましょう。横軸が時間軸、縦軸が満足度点数です。大きな変動はなく、どのテレビを買っても満足できそうなほど非常に高い満足度で推移しています。その中でも前回はレグザ、パナソニックの点数が高かったですが、今回は LG が僅差で最も高い満足度、時点でソニーでした。LG はやはりその持ち前の価格が最大の武器で、地デジなどの画質では差があるものの、4K 映像画質に関しては価格ほどの差を感じられなかったというのが購入動機になっているようでした。さて、まだご紹介できていない項目はあるのですが、各社の特徴をざっと比較してみました。今回ご紹介した内容を踏まえつつ、量販店などで最終確認をしてみてください。なお、一部のメーカーについては、こちらの動画でモデルラインナップを比較していますので、興味のある方は概要欄から参考にしてみてください。それから、本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。さて、今回の動画はこれで終わりです。家電は毎年毎年何かしらが変わっていつ買えばいいのか迷いますね。特に今年の有機 EL テレビは大きな動きがありましたので迷います。シャチパン的には来年は各社どこのパネルを採用するのかもうすでに今から気になってます。長きにわたった LG 独占の歴史に終止符が打たれるのか、それともまだまだトップで居続けるのか、しばらくこの業界から目が離せませんね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。
また見てくださいね。また見てね。